こんにちは。コニファーの選定については以前にも2015年と2017年にグリーンコーン、レイランディで動画を公開いたしましたが、今回はその第3弾としてブルーヘブンの高さを下げたいときにどのように選定するかをご説明いたします。他のコニファーの品種や貝塚いぶきなどにも応用できると思います。まず仕上がる高さをイメージし、そのためにどの小枝を次の芯とするかを決めます。以前高さを下げた時に芯を止めた時の太い切り口が残っています。この脇から小さな枝がまっすぐに立ち上がって現在の梢を形成しているわけです。この状態を今回新たに作るということです。小さいですが、このように幹の近くでまっすぐ上に立ち上がっている小枝は次の梢になりやすい枝です。この辺りで芯を止めて、木の仕上がりはこの辺にしようかと思います。切った部分を取り除いてみます。仕上がりの高さに合うように頭の形を作っていきます。左側のすでに切った木の高さに揃えていきます。このような円錐形に仕上げたいのですけれども、芯を抜いて真ん中が空っぽになってしまっていますから、なかなか難しいですよね。幹の中心に近いところでまっすぐ上に伸びている小枝は残します。横の方へ張り出していっている枝は元で切り落とします。このまっすぐ立っている枝を残して右へ張り出していっている枝は落とします。真ん中の芯がないのですから綺麗な円錐形というわけにはいきませんけれども、この程度までしておけば次の時に軽く刈り込めば成形できると思います。隣の木も同じ要領で高さを下げていきます。隣の木に高さを合わせていくと、だいたいこのぐらいの高さにしなければなりません。そのためにはどこで芯を落とすかを決めます。この辺りで芯を落とさなければならないと思います。隣の木はこの辺で芯を落として上を仕上げればよいと思います。この部分で芯を止めましたので、枝を抜き取ってみます。こんな感じになりますので、あとはこれを円錐形に成形していきます。
形を整えるのは刈り込みバサミでも構いません。好みの問題だと思います。ただし刈り込みバサミで刈り込んだ場合は切り口が多くなりますので、そこから芽がたくさん出てすぐ茂ったようになってしまいます。あまり茂らせたくない場合は枝抜きをした方が良いと思います。どのぐらいまで小さく剪定できるかやってみましょう。これが限界ですかね。今回は特にコニファーの頭を下げたい場合の切り方をご説明いたしました。円錐形が美しいコニファーですから、芯を抜いてしまえば不格好にはなります。なるべくこまめに手入れをしてあまり大きくしないようにしましょう。あまり長いこと放置してしまうと悲惨です。いくら植木屋さんが頑張ってもかっこよく美しくは小さくできません。大ごとにならないよう早めに手を打ってください。ご視聴ありがとうございました。